モデルさんを挟み込むようにポートレート撮影には欠かせないかっこいい感じに窓から入る自然光、白い布をアクセントをつけつつ逆光として使いたかったので。はい、でも皆さんこんにちは、軍記です。いつもご覧いただきありがとうございます。今回は軍記の作品解説というテーマでお話ししようと思います。僕軍記はですね、福岡でアーティストさんのアーシャやジャケ写、ファッションショーやフェスなどのイベント撮影、七五三やブライダルなどを撮影しているカメラマンです。また撮影スタジオ軍記のアジトを拠点に作品撮りなんかも精力的に行っております。ということで今回解説する作品はこの作品です。ダーン。この作品は撮影スタジオ軍記のアジトにモデルさんをお迎えして撮影した作品になります。今回はこちらの作品についてカメラの設定や撮影方法などを解説していきたいと思います。また今回撮影した作品を数枚程度ですが、この動画の最後にスライドショー形式で載せてますので、最後まで見ていただければ作品撮りなんかの際に少しでも参考になるんじゃないかと思いますので、ぜひ最後まで見てください。またこのチャンネルではポートレートの解説動画以外にもポートレートの撮影風景や現像レタッチ動画なども多数投稿してますので、ぜひチャンネル登録の方お願いいたします。はい、では早速行ってみましょう。カメラは、この EOS5D Mark III ですね。レンズはシグマの 35mm アートレンズです。焦点距離は 35mm、絞りは 2.8、シャッタースピードは100分の1、ISO 感度は400ですね。モデルさんにはスタジオの床に置いた大きめの鏡の上にうつ伏せ状態で寝てもらって周りにお花を配置して撮影してます。今回ストロボなどは使わずにスタジオにある窓から入る自然光、それとレフ板を使って撮影してますので、それぞれ見ていきたいと思います。まずこの窓の位置なんですが、うつ伏せ状態になってもらってるモデルさんの真後ろ、12時方向の少しだけ高い位置ですね。この窓から入ってくる光を逆光として使いたかったので、窓とカメラでモデルさんを挟み込むように、窓とカメラのちょうど間の位置にモデルさんに寝てもらって撮影しました。またこの日は天気が良くて、窓から入ってくる光が強すぎたんですが、この窓に薄い白い布をカーテン状に貼ることで窓から入ってくる光の光量を抑えつつ少し柔らかくなるように少しだけ工夫してます。この逆光の光によってモデルさんの髪の毛、この部分ですね、この髪の毛にアクセントをつけつつ、全体的に少しふんわりとした感じが出たんじゃないかと思います。ただ、このままだとモデルさんの顔が少しだけ暗めになっちゃいますので、このレフ板ですね、このレフ板には白い面と、銀色の面があるんですが、今回はこの白い面を使って暗くなってしまったモデルさんの顔を明るく起こしてます。またこのレフ板を使うことで、ポートレート撮影には欠かせないキャッチライト、これですね、この目の中のこれですね、キラキラですね、このキャッチライトをモデルさんの目の中に入れることができますので、これによってより一層魅力的に演出できたんじゃないかと思います。ちなみにこのレフ板の白い面を使ってキャッチライトを入れた場合と、この銀色の面を使ってキャッチライトを入れた場合とでは、こちら白レフの方が優しく可愛らしい感じ、銀レフだと少々、クールなかっこいい感じになりますので、撮りたい作品の印象に合わせて使い分けてみてください。また今回のこの作品の撮影風景動画を僕のインスタグラムの方にも載せてますので、概要欄から飛んでぜひ見てください。ついでにフォローもポチッとお願いします。はい、ということで今回はこちらの作品についてお話しさせていただきました。いかがだったでしょうか。何かしら参考になれば嬉しいです。この動画の最後にスライドショーもありますので、ぜひぜひ最後まで見ていってください。というわけでご覧いただきありがとうございます。この動画が参考になったぞという方はグッドボタン、コメント、
チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いいたします。このチャンネルでは、今回のような解説動画以外にも、ポートレートの撮影風景や、現像レタッチ動画なども多数載せてますので、そちらもぜひ見てください。インスタグラムやツイッターも概要欄から飛んでフォローしていただけると嬉しいです。またリクエストやご質問などもあれば、コメント欄の方にお気軽にお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。